皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、東シナ海における日中、そして韓国というこの3つの国のせめぎ合いについて取り上げていきます。もともと東シナ海における問題といえば、尖閣諸島をめぐって中国が尖閣諸島は我々のものだという侵略の意図を明らかにし、それによって日本とのせめぎ合いが発生しています。今回取り上げる話題というのは、それに加えて韓国側も自分たちの経済的排他水域を拡大しようと日本に挑戦するような動きを見せています。中国、韓国が一体どのような動きをしているのか、今回はその関連のニュースと解説を行っていきます。海保調査に韓国が中止要求、長崎沖外交ルートで抗議。海上保安庁は15日、長崎県の男女群島女島西方の東シナ海で海洋調査をしていた同庁の測量船平洋に対し、韓国海洋警察庁の船が中止要求してきたと発表した。日本側は、日本の排他的経済水域 EEZ での正当な活動だとして外交ルートで韓国に抗議した。韓国側は船が後退し、16日になっても平洋と並走したり、漂白したりして要求を続けた。海保によると、15日午前4時20分頃、女島の西約141キロで、韓国海洋警察庁の船が無線を通じ英語で、韓国の海域で調査するには同意が必要なのでやめなさいと要求があった。平洋は日本の EEZ 内だとして調査を続け、韓国側の船はその後も中止要求を繰り返した。EEZ は沿岸から200海里、約370キロとされる。現場海域は日韓双方から200海里の範囲にある。海保の測量船は両国の中間線の日本側で調査をしていた。付近で韓国からのこうした行動は初めてという。続いて尖閣諸島を取り巻く関連ニュースも見ていきましょう。中国で尖閣周辺の領解禁日、当局近づくなと指示。中国では16日から尖閣諸島周辺での領が解禁されます。地元当局は漁師らに尖閣を含む民間海域に近づかないよう指示しています。中国公船の活動が活発化して緊張が高まる中、日本時間午後1時に尖閣周辺での漁が解禁されます。漁師、政府から民間海域に行くなと指示されたので行けない。尖閣周辺は大きい魚が取れる漁場だから本当は行きたい。一方、地元当局は事前に尖閣を含む民間海域での漁を控えるよう指示しています。中国は日本との過度な摩擦を避ける意向があるとみられます。漁船に対しては尖閣周辺には行くなというような指示が出ているようなニュースだったわけですが、一方で尖閣諸島には中国海警の船が居座っています。尖閣周辺に中国船5日連続。尖閣諸島周辺の領海外側にある接続水域で16日、中国海警局の船4隻が航行しているのを海上保安庁の巡視船が確認した。尖閣周辺で中国当局の船が確認されるのは5日連続。第11管区海上保安本部によると、1隻は機関砲のようなものを搭載、領海に近づかないよう巡視船が警告した。まず最初に韓国との話についてポイントをまとめていきましょう。今回海上保安庁の行っている調査というのは日本側で行われていました。紹介した記事の中では触れられていませんが、他の記事などを漁っていくと、調査を行っていたポイントというのは、日韓の間における中間線の日本側に10キロも行った場所だったそうです。ですから、韓国側がこの件に関して何かを要求するような場所ではありません。そして2つ目のポイントは、これは韓国側の一つの船の船長の判断とは言えないということです。韓国側がこの件に関して調査をやめるよう要求してきたのは2つの船によって行われています。ですから1隻の船長が自己の判断でこの問題に関して介入してきたとは思えません。つまり韓国側の意思としてこの海域で自分たちの領域というものを広げようという意図を明らかに持っているということです。そしてポイントの3つ目は、これが今回初めてだということです。これは先ほども述べたように韓国側の意思が大きく変わったことを意味します。日本側がこの海域において少なくとも中間線の日本側で調査を行うことに関して韓国側がこのような不当な圧力をかけてきたというのはこれまでなかったようです。ですから韓国側に明らかな方針転換というものがあったと見るべきです。このような方針の転換というものが行われている背景は何といっても日中の間におけるせめぎ合いというものを横目で見ながら日本に対しては押せば
そのまま引くだろうという思いが韓国側にあるのは明らかです。現在の日韓関係のことを考えると、韓国側の方が日本に対して融和的な態度を取る理由というものは存在しません。韓国国内におけるムン・ジェイン政権というものは支持率が低下していますし、その中において日本とまともな対話ができるような状態ではありません。ですから、韓国側としては基本的には反日政策というものを拡大するほかありません。そのような選択肢の中に比較的つけ込みやすいと彼らが考えたのが海洋圏域の拡大なのでしょう。一方、尖閣周辺においては、中国海警の武装船というものが台風の影響もあって一度接続水域などを外に出ました。それによって中国の船がこの海域に留まっているその最長記録が一時的に途切れ、そのためにカウントがリセットされています。しかし、台風が過ぎ去った後には再び戻ってきて居座りを始めたのですから、中国側がこの海域に対する執着というものが非常に強いことは明らかです。そして問題となっているのはこの漁船の話なのですが、中国側は尖閣諸島周辺の海域というのは我々のものだというのを既成事実化するために、この中国の船というものを、中国の漁船たちをこの海域に入れるかもしれないと事前に予告されていました。ところが今回の報道においては、地元当局は行くなという制止をかけたという内容です。この報道については残念ながら、そうですか大丈夫ですねと安心することはできません。なぜならば、漁民に対しては確かに尖閣諸島には行くなと言っているかもしれませんが、一方で漁船を調達して人民解放軍の兵士が乗り込むような形で民間船に偽装した軍人の乗った漁船というこの面倒な形で尖閣諸島にやってきて、それらの船が中国海警と同時にこの海域に居座るという現象が起こるかもしれません。中国の狙いは尖閣諸島とその周辺の海というのが中国領であるというこの既成事実を作ろうとしていることです。一般漁民は来ないかもしれませんが、漁船を調達してそれらの船に軍人を乗せた形でこの海域に居座らせるというのは一つの作戦としては十分あり得るのです。これまでも尖閣諸島をめぐっては中国との厄介なやり取りというものが続いています。それに対しては抗議だけでは不十分であるということはすでに立証済みです。ですから行動がとにかく求められる状況です。尖閣諸島に施設と人を配置する、これ以上の解決策はないでしょう。そして中国との間でそうした解決策を取らないがために日本側が行動しないんだなという足元を見た行動として韓国側が自分たちの海洋権益を拡大しようとしている。そうした挑戦を日本側にしてきました。今回韓国が狙っているのは決して日本の領土について自国領だと宣言しているわけではないので、どこかの島に施設と人を配置するといった解決策は存在しません。ですから韓国の動きを抑えるためには別の手段を用いる必要があります。例えば韓国の漁船などが日本の海に入ってきて違法操業をしているのであれば、これらに対しては銃撃を仕掛け、しっかりと徹底的な拿捕摘発を行うといった正当な権利を執行した形での警告を与えることです。残念ながら韓国は日本と中国との間にそうした激しい動きが起こっていないということを見越した上で日本に対しての強気の行動というものを見せています。ですから日本側というものは抗議を口だけで行うのではなく、しっかりと行動で彼らの動きをコントロールする必要があるというのをもっと今の政権は実施してほしいものです。皆さんはこの問題に対してどのようなことを思われるでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見合ったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。高評価が多ければ多いほど私のやる気にもつながります。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。